日本に1万ある鉄道の駅の最高峰、東京駅です。列車の進行方向を示す上り下りの基準となる駅で、 JR の日本中の列車が東京駅へ向かうのは上り、東京駅から離れていく方向は下りとなります。乗り入れている路線のすべてが当駅を起点としており、0キロポストが至る所に設置されています。近代的な高層ビル群の中に、大正時代の壮麗な洋式建築物が忽然と姿を現します。大阪城も高層ビル群の中に急に現れる時代を超えた建物という点が魅力ですが、東京駅もいい感じに時代を超えてきています。日本の代表駅に恥じない風格と貫禄があります。当駅が所在するのは東京都千代田区丸の内1丁目。西側丸の内口の正面からまっすぐ伸びる道路は行幸通りといって、そのまま皇居に向かっています。皇居の周りには国会議事堂、最高裁判所、総理官邸、霞が関官庁街もあり、まさにこの辺りが日本の中心であることを示しています。東京駅丸の内駅舎は辰野金吾が中心となって設計し、1914年大正3年に完成しました。長さ330メーター、赤レンガ造りの荘厳な建物は国の重要文化財に指定されています。現役の駅舎で重要文化財に指定されているのは当駅と門司港駅だけです。駅前広場の片隅に日本の鉄道の父と呼ばれる井上勝の像が立っています。新山口駅でも長州5の一人として若き日の姿を見ることができました。2度目ましてですね。中央に皇室専用の玄関口があります。スロープがついていて威厳がありますね。駅舎内に松の間、竹の間、梅の間、鹿の間という貴賓施設があり、コンコースへは専用通路でつながっています。駅長が賓客を出迎え案内をします。貴賓室がどこにあり、どんな部屋になっているかは機密事項にあたり、 JR の関係者でもごく一部のものしか立ち入ることができないそうです。皇室専用の玄関のそばにやや小ぶりな中央口があり、一般ピーポーはここを使用します。それでも十分にデラックスな雰囲気です。駅舎内ではまた東京ステーションホテルが営業しており、エレガントな客室、ラウンジ、バーなどクラシックでラグジュアリーな空間を演出しています。私も一生に一度は泊まってみたいですね。日本に赴任した各国駐日大使の信任状方程式では、東京駅から馬車に乗って皇居に向かいます。この際、大使たちは貴賓室において馬車を待ち、東京ステーションホテルのスタッフたちが日本茶でもてなすことが慣例となっています。南北にそれぞれドーム状の屋根のある出入り口が設けられています。戦前までは南が乗車口、北が降車口でした。八角形の重厚な建物の内部は吹き抜けとなっており、まるでヨーロッパの古い教会の中にいるかのようです。丸の内駅舎は2024年に刷新される予定の1万円紙幣の裏面に描かれる予定です。鉄道の駅が紙幣にデザインされるのは初めてです。2000円札の首里城のように焼け落ちなければ良いのですが、2000円札っていつの間にかなくなりましたね。当チャンネルでは駅そのものを撮影しながら駅や駅周辺の歴史を語るというスタイルをとっており、
今回もそうさせていただきます。といっても東京は日本の首都であり、知らない人は誰もいません。日本における政治、経済、文化の中心で、人口は1300万人、世界最大級のメガシティ、メトロポリス、大消費地です。東京は神奈川、千葉、埼玉、茨城との間で都市の切れ目が消失しており、社会経済的に一体となった巨大な都市圏を形成しています。この東京圏の人口は3700万人、2位のジャカルタ2400万人を大きく引き離して世界1位です。日本に住む人の4人に1人がこの東京圏に住んでいることになります。そんな大繁栄する東京ですが、東京を含む古代の関東平野は歴史の舞台にほとんど登場しない偏僻な場所でした。939年の平将門の乱でようやく教科書に出てきたなあという感想を持つ人は多いと思います。大和朝廷の支配が及んでからは武蔵国と呼ばれるようになります。平安時代後期にこの地に武士団が台頭し、京の人々からは坂東武者と呼ばれ、独特な存在感を発揮していました。ちなみに坂東栄治さんとは関係ありません。12世紀には豊島郡を本拠地とする豪族江戸氏が登場します。それ以後この辺りは江戸と呼ばれるようになります。戦国時代には大田氏が台頭し、太田道灌が1457年に江戸城を築きます。その後小田原を拠点とする北条氏が関東に進出し、武蔵はその領国となります。その北条氏は豊臣秀吉によって1590年に滅びました。ここは駅の東側八重洲口です。丸の内側に対してこちらは随分と先鋭的な雰囲気です。2013年にグランルーフというテフロンの膜で構成した巨大な大屋根ができました。雨や風を防ぎつつも駅全体に柔らかい印象を醸し出しています。ここは以前巨大な鉄道会館ビルが建っていましたが、海からの風を遮る壁のような存在になっていました。再開発でビルは両端に寄せたツインタワーに建て替えられ、その間を海からの風が丸の内方面に流れるようになりました。これにより風速は従来の 1.3 倍に、気温は1度から2度下がると計算され、ヒートアイランド対策に貢献しているそうです。そんな違いが出るんですね。長丸って何ですかね。大丸なら知ってますが、大丸百貨店が八重洲口に開店したのは1954年です。代わってこちらは駅の北側にある日本橋口です。日本橋はここから東へ500メーター、徳川家康が川に木造の太鼓橋を架けさせ日本橋と名付けました。そこは全国に張り巡らされる五街道の起点となり、全国から人々と物品が集まるようになります。昔から交通と運送の拠点だったわけですね。現在も日本橋はいくつもの重要な国道の起点であり、道路原標が設置されています。首都高が頭上を走っていて見栄えがしませんが、2040年に高速道路を地下化する計画が進行中です。北条氏の滅亡後、徳川家康が駿府から江戸城に入ります。当時の江戸は雑木林や湿地帯が広がる寂れた土地でした。家康は1603年に幕府を開き、江戸時代が始まります。小田原攻めに参加した家康を含む諸大名は、小田原城の壮大な総構や巧みな水道技術に
目を見張ったと言われています。家康は小田原城を参考に江戸城を大々的に改築させ、巨大な外堀と内堀を作らせます。また多摩川から上水道を引いたり、利根川の流れを江戸湾ではなく太平洋へ向かうように変えさせたりもしました。この時に整備されたインフラは現在の東京まで基本的に継承されています。東京という都市が比較的うまく発展してきたのは、徳川家康の基本構想が優れていたおかげだと言われています。戦国時代の武将として長年の経験によって得られた地形に対する洞察力に加え、築城を繰り返すことで極みに達していた当時の土木技術が遺憾なく発揮されました。家康というより戦国時代に命を削って生きていた日本人たちが今の東京の基礎を築いたと言えますね。家康も偉いですけどね。特に関西に住む者はどうしても秀吉や雪村びいきになるので、私も最初はあまり好きではなかったのですが、歴史を知れば知るほど家康が偉大に思えてくるんですよね。少し悔しいですが否定できません。江戸では化政文化と呼ばれる独自の文化が発達し、上方に代わる文化の中心地となりました。人口は急増し、都市は拡大してゆき、18世紀には人口100万人を超える大都市となっていました。しかし江戸幕府は1853年のペリー来航以来の政治的激震に対応しきれず、1867年に第15代将軍慶喜が大政奉還することで事実上崩壊します。1868年、江戸は明治新政府の支配下に入り、東京へと名前を変えます。東京という名称は大久保利通が提言したそうですが、大久保は江戸時代の思想家佐藤信弘の書物にある江戸を東京、大阪を西京とする構想に影響を受けたとされています。大久保利通は最初首都を大阪と考えていましたが、自宅の庭に投げ込まれた意見書を読んで考えを変えたという話もあります。割と柔軟な人だったようです。1869年に明治天皇が京都から江戸城に入ります。この時から東京は首都になったと言えます。東京には全国から新政府に仕える人々が続々と集まってきます。築地には外国人居留地が設けられ、銀座には西洋風のレンガ街が作られました。そして文明開化の一番の象徴として明治5年1872年、新橋と横浜の間で鉄道が開通します。そこからは東京の発展は鉄道の発展であり、東京と日本の歴史は鉄道を抜きに語ることはできません。それでこの先は東京駅の歴史に絡めて話していきたいと思います。ところで八重洲地下街にヤン・ヨーステンの銅像があります。どんな関係があるのだと思われるかもしれませんが、実はこのオランダ人の名前から八重洲の地名が生まれました。1600年、帆船リーフデ号で遭難し、今の大分県に漂着したヤン・ヨーステンは日本にとどまり、徳川家康の外交顧問となり屋敷を与えられます。その屋敷周辺が彼の名前にちなんで八重洲菓子と呼ばれるようになり、やがて八重洲という地名になります。ちなみに京都駅の八丈口とは関係ありません。いつの間にか構内に入り込んでいますので、駅の概要をお話ししておきたいと思います。丸の内側と八重洲側を改札外でつなぐ自由通路が1階と地下1階にあります。東京ラーメンストリートや東京キャラクターストリートなどがあります。改札内には東西を連絡する大きな通路が3本あります。構内は非常に広く、駅中施設が充実しています。非常に混雑する大都市の地下街といった感じで、
とても改札の中とは思えません。駅の中で東海道新幹線は JR 東海の管轄であり、他の新幹線と在来線のすべては JR 東日本の管轄です。それで当駅は JR 東日本と JR 東海の2人の駅長が存在します。全国の新幹線網における最大の拠点で、当駅から乗り換えなしで33都道府県と結んでいます。東海道新幹線、直通する山陽新幹線、東北新幹線、分岐する山形新幹線、秋田新幹線、直通する北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線の起点となる駅です。日本の新幹線で唯一当駅に乗り入れていないのは九州新幹線だけです。プラットフォームは在来線が地上5面、地下4面、新幹線が地上5面で合計14面もあり、日本一の多さを誇ります。1日の利用客数は78万人。改めてすごいですね。さて、1番2番線の中央線ホームから見ていきましょう。中央本線は当駅を起点に長野県の塩尻駅を経由して名古屋までを結ぶ路線です。ここのホームは非常に高いところに設置されており、見晴らしがとてもいいです。丸の内駅舎の上部をまじまじと眺めることができます。なぜこんなに高いところにあるのかはおいおい説明していきましょう。話は明治の初め頃に戻ります。東京駅は新橋と上野という2つのターミナル駅を結び、その中間に中央停車場を設置する構想から始まりました。明治5年、新橋横浜間で鉄道が開通します。その後、東京と関西を結ぶのに東海道と中山道のどちらを経由するかが問題となりました。政府は内陸の発展を促す目的で中山道が良いとし、軍部も敵の軍艦による攻撃を受けにくい内陸路線を支持したことから、一旦は中山道経由に決定されました。しかし結局、当時の技術では建設が困難であることが分かり、東海道経由で建設することにします。明治22年、東海道本線新橋神戸間が全通します。一方、上野では日本初の私鉄である日本鉄道が明治16年に熊谷までを開通させたのを皮切りに、北関東や東北方面に路線を伸ばし、上野は東京の北の玄関口となっていました。ちなみに日本鉄道は明治24年、青森まで路線を伸ばしています。2大ターミナルである新橋と上野の間は徒歩または人力車により連絡していました。明治15年には馬車鉄道の運行が始まり、1時間に70台もの馬車が出発するほどの大盛況でした。その後、路面電車に置き換えられましたが、増大する需要に対応しきれず、新橋と上野を結ぶ鉄道路線の計画が自然と生まれることになります。総武線地下ホームは1972年にできました。丸の内駅前広場の真下にあり、地下5階に相当します。中央線ホームから総武線ホームまでかなりの高低差があります。総武本線は当駅から千葉県の銚子までを結ぶ路線です。ここのホームは地下水の上昇問題を抱えています。もともと海に近く、地下水は地下3階付近まで達しており、ホームが浮上するという問題にさらされています。地上は広場とロータリーになっており、建物の重しがないので余計に浮上してしまいます。特急しおさい号です。
海の匂いがしますね。銚子は漁港と醤油の町です。地下水上昇問題の対策としてホーム海に鉄製重りを置いたりアンカーが打ち込まれたりもしました。最近では品川区の立会川まで全長12キロに及ぶ導水管が敷設され、湧き出る地下水を放水しています。結構遠くまで排出するわけですが、下水道料金が節約され、立会川の水量の増加と悪臭の防止に役立っているそうです。総武線のもう一つの目玉は時速130キロで成田空港までかっ飛ばす特急成田エクスプレスですね。運転席高いところにありますね。あんな高くて下の方見えるんですかね。地上に戻ってきました。ホームがたくさんあって路線名も行き先も様々で、初心者はただただ圧倒されます。私の頭の中もクリスタルキングの大都会が無限にループしています。しかし落ち着いてよく見ると、車体やホームの柱、エレベーターの内部構造が路線別にペイントされていて、どのホームに立ちどの電車に乗ればよいのかが分かるようになっています。京浜東北線はスカイブルー、山手線はウグイス、東海道線はオレンジなどです。とても親切だと思います。中央停車場が計画された丸の内は江戸城本丸の内側という意味で、内堀と外堀に囲まれた重要なエリアでした。しかし明治になり大名屋敷が一気に取り払われたことから、当時は陸軍の練兵場がある広い野原で監獄もあり、東京の場末のような雰囲気でした。西南戦争が終結して以来、明治政府が皇居の前で警備を行う必要性も薄れてきたことから、練兵場を郊外に移転させ、その土地を利用して中央停車場が建設されることになりました。この当時ヨーロッパの大都市では青森駅のような投炭式のターミナルが主流でした。しかしこの方式は折り返しで列車が錯綜し、線路容量が限られるという問題がありました。そんな中、唯一ドイツ帝国の首都ベルリンだけは市街地を貫通する高架線と環状線の組み合わせによってその問題を解決していました。それで東京の鉄道のモデルもベルリンに求めることになりました。ちょうどこの頃、九州鉄道の技術指導者としてドイツのヘルマン・ルムシュッテルが日本に滞在していました。博多駅にレリーフのあるルムシュッテルさんですよ。ルムシュッテルはプロイセン国鉄のベルリン市街線の建設に携わった人物で、指導を求めるのにうってつけでした。ルムシュッテルが作成した設計案は、浜松町付近から上野までレンガ積みのアーチ橋を連ねて高架線を建設し、合わせて東京市街を一周する環状鉄道、後の山手線を建設するというものです。後にこの設計案にほぼ沿ったものが実際に建設されています。ルムシュッテルは任期を終えて帰国します。代わりにドイツから新たにフランツ・バルツァーが招聘されました。バルツァーの指導により、中央停車場の位置や規模、構内の配置が決められていきます。次に当時の建築界の権威、辰野金吾が登場します。バルツァーは入母屋の屋根を乗せた和風の駅舎を考えていましたが、辰野金吾はこれを国標の上却下します。しかし中央に皇室用入り口を配置することなどは基本的にバルツァー提案のものが採用されました。北進事変や日露戦争などで工事の中断が相次ぎましたが、とうとう1914年大正3年12月15日、東京駅は竣工となりました。
駅名については中央駅にすべきであるという根強い主張もありました。開業の2週間前になってようやく鉄道院総裁の通達により中央停車場を正式に東京駅とすることが発表されました。東京駅で良かったと思います。伊豆へ向かうサフィール踊り子です。全座席がグリーン車となっています。それにしても東京の電車は15両編成が普通にバンバン走っているので、この感覚に慣れるのが大変です。階段の途中には10両編成の電車は短いと書かれています。これは関西を挑発しているんでしょうかね。新鉄は4両編成で長いと感じますけどね。在来線最後の京葉線のホームに向かいます。東京のことをまだよく分かっていなかった私は、京葉線とは京葉線とかと同じ私鉄かと思っていました。しかしそこも東京駅の一部ということが分かり向かいましたが、とても遠く深いところにありました。動く歩道が3つも設置されています。コンコースの照明やホーム上の設置物、車両の色使いは路線カラーを反映して全体的に赤いです。最初大阪メトロ御堂筋線かと思いました。京葉線はもともと東京湾岸沿いを千葉方面へ向かう貨物線として計画されました。しかしオイルショックの影響で貨物需要は減少し、東京ディズニーランドもできたことから旅客船に転用されることになり、1990年成田新幹線用に計画されていた地下スペースを転用し開業しました。ホームの深さは海抜マイナス29メーター。なぜこんなに深いのかというと、建設当時周辺の地下空間ではすでに首都高速4号線、地下鉄丸ノ内線、銀座線、都営浅草線、横須賀線が通っており、それよりも深いところに作る必要があったからです。続いて新幹線のホームへ向かいましょう。東海道新幹線の一番八重洲寄りのホームから見ていきましょう。1914年12月18日、来賓を招いて開業記念式典が開催されました。そこでは総理大臣の大隈重信が祝辞を述べました。1914年といえば第一次世界大戦勃発の年、日本も参戦し青島の戦いでドイツ軍に勝利をしたところでした。ちょうど戦いを指揮した上尾光臣中将が凱旋して皇居に参内することになっており、開業式に合わせて東京駅に到着することになりました。上尾中将は前日夕方に列車に乗って大阪を出ていましたが、鉄道員は中将に品川駅で降りてもらい、当時最新の電車に乗り換えて東京に到着するよう依頼しました。10時30分に予定通り上尾中将は東京駅に到着し、関係者からの歓迎を受けました。段取りがうまくいってサプライズが成功したわけですね。ここまでは良かったのですが、その後やらかしてしまいます。開業式典の目玉として京浜線の新栄電車に来賓を乗せて横浜まで往復する試乗会を企画しましたが、これが大混乱をきたしてしまいました。新型電車は試運転が不十分で、月固めの十分でない新しい線路に重い車両を走らせたため、線路が沈下しパンタグラフと架線が合わなくなり、来賓を乗せた電車はあちこちで立ち往生しました。横浜まで40分の予定が結果的に2時間以上もかかってしまい、鉄道員は翌日の朝刊に謝罪広告を出す始末でした。
車止めじゃないですか。東海道新幹線の真の意味での終点ですね。あ、支点か。どっちでもええわ。反対側の車止めは鹿児島中央にあります。1325キロ先です。開業式2日後の12月20日から東京駅は一般営業を始めます。開業時の駅員は同じタイミングで貨物の駅に変わった旧新橋駅勤務の駅員が中心でした。旧新橋駅は12月20日0時23分発の下り列車をもって営業終了し、非番の駅員を含めて総出で備品類を特別列車に積み込み、東京駅への引っ越しを行い、5時20分東京駅始発の列車を迎えました。東京駅発行の第1号乗車券は、売った駅員も買った乗客も名前が川端だったという偶然がありました。これはナイスなトリビアですね。今度川端さんに会ったら話してみたいと思います。開業当初は1日の平均乗降人員は9500人程度でした。当時の丸の内はオフィスビルなどありません。東京駅は原野の中に壮麗な駅舎がポツンとあるような印象でした。夜になると周囲は真っ暗で、終列車が出た後はシーンとして気持ちが悪いくらいだったそうです。1919年に中央線が、1925年に東北線が乗り入れ、山手線の環状運転も開始します。このことによる利便性の向上は著しく、東京駅の乗客は激増していきます。駅はすぐに手狭となり、当時の繁華街に近い八重洲側に出入り口が設けられなかったことも人々から不評を招いていました。ここから東京駅の絶え間ない増改築の歴史が始まります。すごい硬いアイスの自販機ですね。1人1両7分で完璧に仕上げる世界が称賛する新幹線清掃員です。日本の誇りですよ。制服がかっこいいです。東海道新幹線のピンクのユニフォームも可愛いですけどね。増改築の歴史はプラットフォームを基準に見ていくと分かりやすいです。最初は4つのプラットフォームでスタートしました。第1、第2プラットフォームは電車、第3、第4プラットフォームは蒸気機関車と分けられていました。設計段階では八重洲側に貨物用の設備と、その東になんと船だまりが設けられるはずでした。当時の輸送は鉄道と水運の組み合わせだったのです。大阪駅も最初は運河が駅まで整備されていたんですよね。結局東京駅では貨物は扱わないことになり、その土地は車両基地へと変更されますが、この土地が駅の増築に大変役立つことになります。日本橋口はあまり人がいませんが、新幹線乗り場に直接入ることができる唯一の改札です。次に東北新幹線と北陸新幹線のホームへ行きましょう。一度改札を通る必要があります。子供と子供のような大人が喜ぶ改札ですね。日本橋口の通路は東海道新幹線とつながっていると思いますが、シャッターが閉められていて通れません。新しくできたからか、東海道本線よりもこちらの方が何やらムーディーでシックな雰囲気ですね。金沢、新潟、東北各地などへ向かう1日300本を超える列車を2面4線のホームで運用しています。さて、開業以来東京駅を発着する列車はどんどん増えていき、乗客の数は開業から20年で12倍強となっていました。それに対応するため、まず八重洲口が1929年にできます。木造の長い跨線橋を使い、車両基地の線路群を横断する仮設の入り口でした。次に車両基地を郊外へ移転させ、その跡地に3つのプラットフォームを増設し、
合計7面になるよう計画されました。しかし折から国際情勢はきな臭く、日中戦争などもあり、計画はスムーズには進みませんでした。東北・北陸新幹線と東海道新幹線はこんな小さな柵で区切られているだけなんですね。東京駅で分断されていますが、ここに渡り線を一つ設置すればつながりますよね。すごいことになりますよ。渡り線一つですよ。おお、すごいすごい、連結している。E5系と E6 系の連結、肉眼で生まれて初めて見ました。ところで東京駅は首相暗殺の舞台に2回もなっています。1921年、大正10年、当時の首相原敬が乗車口へ向かっていたところ、大塚駅員の男に刃物で刺され暗殺されました。もう一つは1930年、昭和5年、当時の首相浜口洋幸が特急つばめに乗車すべく第4プラットフォーム、現在の10番線8号車付近を歩いていたところ、ピストルで狙撃されました。そしてその時の傷が元で翌年に亡くなりました。両事件とも暗殺現場となった場所やその直下にプレートとマークが打ち込まれています。戦前の東京駅での出来事としては他に、1935年と40年に満州国皇帝溥儀が来日し、昭和天皇が出迎えたことがあります。ちなみに1923年の関東大震災では当駅はほとんど被害がありませんでした。太平洋戦争末期の空襲によって当駅は甚大な被害を受けます。1945年5月25日深夜の空襲で丸の内駅舎に焼夷弾が着弾して炎上、ほとんど焼け落ちてしまいました。それでも27日には列車の運転が再開されています。乗車券の発売はバラックで行い、駅舎もホームも屋根がなく、雨の日には傘を差して列車を待つありさまでした。戦後丸の内駅舎の復旧が行われました。ドーム内のホール天井はローマのパンテオンを模したデザインで、航空機用のジェラルミンを貼って仕上げました。日本の代表駅として恥ずかしくないようにという話が伝わっています。 4,5 年、長くても10年持てばよいとの考えでしたが、結局60年近く使われました。一方、八重洲側では戦後、付近の住民が無秩序に外堀に瓦礫を捨て始めたため、東京都が瓦礫捨て場を指定し、その範囲において外堀が埋められ始めました。この時に鉄道員が慌てて確保した用地が後に新幹線建設の際に役立つこととなります。戦後の復興は著しく、60年代の高度経済成長を背景に東京駅の乗客は増え続け、1965年には乗降客数82万6,000人にも達していました。1964年、外堀を埋めた土地に新設された第8、第9プラットフォームにおいて東海道新幹線が開通します。昭和39年、東京オリンピックと同じ年ですね。はるばる函館まで行くのですか。いいですね。1991年に東北新幹線が第6プラットフォームから発着するようになります。しかし北陸新幹線の建設が決まった時、もう東京駅にホームの余裕も土地の余裕もありませんでした。 JR はなんと空に目を向けました。第1プラットフォームよりも9メーター高い位置に新しく01プラットフォームを建設し、ここに中央線を移すことで問題を解決したのです。北陸新幹線用に第5プラットフォームが転用されました。2012年に丸の内駅舎の復元工事が完成し、2015年に上野東京ラインが開通します。そして現在に至ります。すっかり夜になってしまいましたね。幻想的に美しくライトアップされています。
観光客の夜の散歩にぴったりです。東京タワーやスカイツリーに並ぶ東京を象徴する人気スポットですからね。土地の捻出、空襲、地下水上昇問題など幾多の苦難を乗り越えて今の東京駅があります。夜行列車で上京した人、初めて新幹線に乗った人、一流の技術を用いて建設工事、増改築工事、復元工事に携わった人、新幹線清掃員。この駅にはいろんな時代のいろんな人の思いが込められています。東京駅の歴史は日本の歴史そのものですね。